さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、ちぎりメロンパン。これめちゃくちゃ簡単なレシピなので最後まで見て作ろうとやってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。強力粉、砂糖、塩、無塩バター、イースト、これ薄力粉とお水、ちっちゃいのが生クリームと牛乳です。これで作っていきます。はい、今日型なんですけど、これ18センチの四角い型で用意してます。これね、これで用意してるんですけど別に何でもいいです。で、一応紙引いて用意してあります。オーブンなんですけど、160度で予熱しといてください。途中でレンジ使うので、それが終わってから予熱してもいいかもしれないです。じゃあやっていきます。はい、まずこれ水と生クリームなんですけど、ちょっと混ぜてもらって、ラップをして600ワットで1分加熱してください。温めてください、これを。で、これ生クリームをもし水に変えてもいいんですけど、水に変えちゃうとちょっと味気ないです。牛乳に変えると硬くなっちゃうので、おすすめは今回生クリームです。これちょっと温めます。はい、今日ちょっと手抜きなので、この粉に全部入れていく作り方します。なので、全然振るってもいないです。ここに、まずお塩ですね。これを全部入れて、混ぜます。で、イーストとお砂糖は、これ必ず一回一緒にしてもらって、で、ここで事前にちょっと混ぜて、加えるようにしてください。そうするとしっかりイーストパワーを発揮するのでふわふわの生地になります。これで入れます。はい。でこれでしっかり混ぜてください。ふるいたかったらふるってもいいんですけど、今回は手抜きなんでこのままいっちゃいます。はい。そしたらこれですね、温めといた液体を一気に加えちゃいます。真ん中ら辺に。でこの水分を吸わせるようにちょっと一気に混ぜると跳ねちゃうので、こうやって混ぜていってください。これ激しくこねたりせずに全部がしっかり混ざるようにゴムベラを使って混ぜていけばできる生地なので、これゴムベラ短く持った方が力入りやすいと思います。それでしっかり混ぜ込んでいってください。はい、これぐらい粉と水が混ざったら、ここにこれ柔らかいバターですね。柔らかくないと混ざっていかないのでちょっと出しといた方がいいですね。これを入れます。で、なんかこう中にすり込んでいく、こうやって生地をね重ねていくと結構混ざっていくので、こうやってるとねあんまり混ざらないです。こうやってこうなんか重ねていくような感じ。練りたいわけじゃなくてバターをなじませていってください。はい、これ混ざってきたんですけど、こうやって一塊になったらこのまんまのボウルに真ん中に寄せてラップをして湯煎の上にちょっと乗せます。それで倍のサイズに膨らむまで湯煎をしといてください。はい、これぐらいまでしっかり発酵させてください。結構倍ぐらいですね。こんな感じです。で、ちょっとこれを、9等分ですねに分けていきたいと思います。これちょっと強力粉でくっつかないようにちょっと振って、これもこう全然綺麗に剥がれます。出して、で表にもちょっと振ってくっつかないように、もうね適当で大丈夫ですよ。こんな感じで、これ広げて、で9等分にしていってください。多少ねサイズが違くてももう全然気にしないでいいんで、例えばこれとこれ全然サイズ違うじゃないですか。そしたらちょっと一部切ってこれに合体させれば全然 OK です。でこれをちょっとこう張り出しながらちょっと丸めていくっていう作業を見せていきたいと思います。これあるじゃないですか。でこの両サイドの生地をこう中に入れる。ちょっと大げさにやるとこうやって剥らして中に入れる、剥らして中に入れるっていうのをこう指で今やってるんですよ。で最後これちょっとつまんで、これとこれ全然違うですよね。これを9個分やっていきたいと思います。はい、これ分割でか丸め終わったので、型に等間隔にちょっと入れていきます。
はい、ちょっと隙間あるんですけど、これ発酵させて膨らませるので、これで OK です。はい、じゃあ発酵させてる間に、ちょっとクッキーの部分作っていきたいと思います。これ、柔らかめのバターですね。柔らかいやつ使ってください。あとは、今回、これ、粉と砂糖、で混ぜちゃいます。で、混ぜることによって、ちょっと今回手抜きレシピなんで、粉も振るわないでやっていこうと思います。これを、手でもいいんですけど、ここしっかり混ぜてもらって、バターに一気に加えていくっていうやり方を見せたいと思います。はい、このバターに加えていきます。で、このバターの水分に、この粉とお砂糖をなじませていくような感じですね。はい、これぐらい馴染んできたら、ちょっと今日牛乳入れるんですけど、これ入れる理由は、このままのクッキーでもいいんですけど、絞ってメロンパンをちょっと表現するんですね。なので、生地を柔らかくしたいのと、これを入れることにちょっとこう表面がこうガリッとしたメロンパンの食感になるので、ここで牛乳を入れてます。で、さらにここでしっかりと混ぜていってください。はい、こんな感じですね。これ結構絞れるぐらいの柔らかい生地になりました。これを絞ってその後焼いていきます。はい、これ今発酵が終わったんですけど、めちゃくちゃ膨らんでますよね。この上に生地を絞っていきたいと思います。で、さっき作ったやつですね。これ口金なんでもいいんですけど、星の口金にしてます。で、ちょっと上に絞っていきますね。こんな感じですね。ちょっとうずうずに絞ってるんですけど、これを焼いていくと一気に広がって、この隙間とかにもコーティングされるので、これで焼いていきたいと思います。さあ、焼けました。ちぎりメロンパン。これで完成です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、できたのを食べてみたいと思います。めちゃくちゃふわふわですよ。なんでこんなふわふわわかんない。ちぎりなんでちぎり。めちゃくちゃふわふわ。これ全然こねてないと思えないですよ。めっちゃふわふわ。ほら、いい感じ。さあ、これポイントのおさらいですね。これもうレシピを信じてしっかり混ぜてしっかり休ませて作ってみてください。そうするとめちゃくちゃ美味しくできます。で、皆さん焼きたてのメロンパン食べたことないですよね。これぜひやってみてください。めちゃくちゃ美味しいんで。で、今回これ冷めたやつもまだまだしっかりこうふわふわですよ。絶対皆さん喜ばれると思うんで作ってみてください。今日も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。